沖縄から疎開者を出すという目的というのが、本当の目的は1944年の7月7日のサイパン玉砕、これが起こった後からというのが、もう日本の戦力は弱まりてだんだん北上してくると。そしたらそれが本土に向かって侵攻してくるならば、沖縄で食い止めておきたいということになると、沖縄にたくさんの兵役を送らんと戦えない。そうなると沖縄は裕福な島でもないし、食料なんとかいろいろあるから、まず戦力に役立たない女子供を本土の方へ疎開させた方がいいんじゃないかと。その10万人を出せと。8万人は本土へ送って2万人は台湾へ送れと。その分10万人の兵隊を沖縄に呼び込むという、そういう計画のもとに私たちは疎開させられるということになったようですが、そういう内情の私たちはまだ小学校国民学校4年生だから知らないし、大和へ行ける、本土へ行けるというのが憧れで、祖母とか私とか弟ですね、姉の弟6年生とか、それに兄の嫁、それともう一つ隣に住んでます私の父の弟の子ですから、私のいとこですが、時子と言ってましたが、その時子が行くことになったんですが、私の村の人口約600名ぐらいおりましたかね。その中から40名出てきました。で那覇市内の学校の9校か8校ぐらいの国民学校生をかき集めたのが約800人ぐらいと、一般疎開者が約800人、合わせて1661人ぐらいが対馬丸に乗るんですよね。でその他与那原町とか灰原とか南の方の人たちも集まってきて、みんな那覇港に集合して8月の21日の午後6時35分っていう記録がありますが、それに乗って5隻が出ました。3隻は疎開船、2隻は護衛艦で、翌日8月の22日夕方、日暮れ頃ね、うちの祖母ともう一つの親戚のおばあちゃん、宮城さんという人もいましたけど、このおばあちゃんも「私ね、生きて帰れんよ、太平洋に今こぼされに行くところなんだ」ってそう言っていました。こんな戦争の中を海を渡っていくというのはもう知っていたのかな、情報をいろいろと。子すでにもう20何隻かはもう日本の船は沈没されているというニュースはあったはずなのに、それを国民には知らされてない。夕方後ろの方からフランス港から上がってきたうちの6年の兄が大きい声で「おい、みんな集まってるんだよ、早く降りてこい」って言うんですよ。なんだろうと不思議に思いながら降りていこうとした時に感じたのが、5隻一緒に出た船が4隻が見当たらないんですよ。対馬丸だけがポンポン走ってるんですよ。それを後で聞いた話ですけど、他の4隻は逃げたんだそうです。対馬丸はちょっと古い船で、大正時代に作った船であまり走れなかったと。だからうっちゃられてるんですよ。その頃みんな集まっているよというから船底へ降りていったら、みんなもう救命胴衣を着てわさわさ集まってるんですよ。そこに兵隊さんがやってきて「今晩は危ない」って言うんですよ。姉がもういいからおばあちゃんのところへ行って静かに早く座っとけと言って座らされてるうちに、夜ですから疲れておりますし船酔いするし寝てしまって、これが8月22日の夜、グースから寝た時に事件が起こるんですよね。ボーンと音がして目が覚めた時にはもう対馬丸が2つに割れているようで、ボッと跳ねて飛び散るし火は燃えるし、左側にいた選手の方にいた那覇市内の学童たちがもう大きな声で夜中の海に午後10時12分だそうです、記録は。だからそこでもうワイ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 「お母ちゃん助けて、兵隊さん助けて、先生どこ行ったの?」って、もう慟哭と言いましょうかね、もう本当にそのありさまを見ているともう私も怖いですよ。でお姉ちゃんおばあちゃんと一生懸命自分の身内を探すのが一人もいない。そこで固まっていた私の身内が一人もいないんですよ。
油がどんどん重油が浮いてきて、この重油で目や鼻やられて息引き取った子供がいっぱいいたと後で聞いた話。私もボンボンかかってきた。それを剥げ取りながら一生懸命どうしようかどうしようかと言って泣きたい気持ちも抑えてがもうポカ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 浮いていたんですよ。そこに大波がバッと来て飛び出してきたのが空の醤油だるでした。この醤油だるに私は引き寄せて、それに戻ることになったから油がかからないようになって、周囲にはもう物と死体がボンボンボン寄ってくるんですよね。じゃあ隣のあるお母さんでしょう、私の子供の頭が折れた頭が折れて泣いてるんですよ。遠くの方を見るともう子供たちはだんだん声が静まってきたと思ったら息引き取って死体となって浮いてるわけですよ。もうマストですかね、煙突以外に何か棒みたいなのが立ってるんです。それに子供をおぶったお母さんたちがね、そのよじ登って「兵隊さん助けて兵隊さん助けて」って大声をかけながら子供をおぶって登る人がいるんですが、それがガラガラーッと倒れてポンポンと落ちて流れていく姿も見えるし、また傾いたところで燃えてますけど、子供たちが浮き袋を身につけながら「怖いよ怖いよ怖い」とまだ逃げ惑っている人たちもいるんです。高いところには。そこに兵隊さんか先生か大人か分からんが子供たちを掴んでみんな海の向こう側へどん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 投げ入れている、そういう姿も見えました。大波がまた左側からバーッとぶつかってきた時に女の子が私の胸にバタッと当たってきたんですよ。びっくりして捕まえてみたらこの女の子生きてるんです。生きた人が来たんだなと思ってよく見ると、なんといとこの時子でした。こっちにいた時子があっちから出てきたんですよ。飛ばされたんでしょうね。出てきて「時子じゃないの?」って言うともう時子が私が稽古と分かると泣き出すんですよ、大きな声で。「怖いよ怖いよどうしたらいいのお母さんお母さん」しても大きな声で泣くもんですから「泣くのよしなさいないとなものが見えないでしょ」と言って私が持ってる醤油だるに向かい合って励まし合いながらとにかく浮いているだけで、その時に大波が来るんですよ。不意打ちにバーンと来るんですね。台風15号発生のせいかそれは分かりませんが、その時に時子が醤油だるから手を離したんです。でそこに重なっている雑物死体、その中にガラガラっと引きずられていきました。時子が行方不明になったんです。だけど私は次まで自分がやられそうになっていましたから、醤油だるを持ったまま後ずさりをして50メートル沖の方で人がざわめいているのが聞こえるんです。両足を横に投げてパタパタさせながら両手は頭でこぐんです。こうしてこうしてこぐと波切って進むんです。よしその手だと思ってこれに乗ってずっと行きますと、大波がこう向こうまで行ったらまた戻るんですよね。波が行ったり来たり、これ戻る時の波に私は乗っていくんです。その時には休憩、また向こうから寄ってきたら先の泳ぎをして、それを繰り返しながらやっと50メートルでワイワイする人のところにたどり着くことができました。いかだでした。何十人かの人でこのいかだを奪い合っている場面でしたね。で強いものが弱いものを引きずるんですよ。引きずれたら流されていくの。それでまた這い上がる、這い上がったらまた誰か引きずる。ここでもう本当に死の戦いですね。死闘ですね。私もやっと小学校4年の女の子ですよ、泳いできて片手をついて「はあよかった」って息ふうしたそこから流れていく男の人が私の両足を作って引っ張るんですよ。私は引きずったら自分もそこへ寄ってくると思ったかもしれないけど、両足で蹴って蹴っ飛ばしたんですよ。で蹴られたんです。で手を離したんです。その男の人離された男の人はどこへ行ったかもう分かりません。で慌てて泳いできていかだのまたそばの方へ寄って片手をついたら先に乗った人がまた押し倒すんですよ。這い上がろうとするとまた転覆して、その時によしと思ったのが潜りができるから、いかだの潜ってくる見えないところから潜って向こうへ出て、そこで手は小さいから片手をついて頭は水の中にでも引っ込めて、息が続くまでは水の中に突っ込んで苦しくなると上がってきてふっとやってまた隠れる、また苦しくなって上がってきてふっとまた隠れる、こうしながらいかだの真ん中に滑り込むことができて、体を小さくしてずっ
とうつむいたまま水の中に頭突っ込んで、苦しくなると顔を上げてふーっとして、もう何人かが押しつぶしてますから、ここまで水に浸かってるんですよ。それがもう戦いしてどんどん外されて流されていく人たちも見えましたね。目の前で流されていく人たちもやっと落ち着いて、もういかだの奪い合いはなくなって、こっちから漂流が始まるんですよね。で夜が明けました。真夏の太陽は暑いですね。8月の太陽が。その時にどんな人が乗ってるかと数えてみたら10人乗ってました。そのいかだというのは普通大人の5、6人が適当といういかだだったそうです。後で聞いた話ですが、それに10人乗っていて、10人のうち9人はみんな女性でした。男の子だけが、歯が2本ぐらい生えかけた男の子がお母さんの肩に抱かれていて頑張ってるんですよね。この子だけが男の子、あとはみんな女でした。で子供は3人、この男の子と7歳の女の子と9歳の私と、あと7名はおばあさんかおばさんかね、お姉さん、大人でした。で10名で漂流が始まるんですよね。6日間の間にいろいろありました。で遠くの方を夜が明けて遠くの方を見るとたくさんの漂流者が固まって浮いているんですよ。これ悪石島の沖ですから、海底870メートルと言ってましたね。渦巻く波があって、向こうへ流れる波とこっちへ流れる波に分かれていて、私たちはこちらへ漂流、向こうは向こうへ漂流していたんでしょう。恐ろしいものを見ました。サメです。サメが暴れていてどんどん引きずっていく姿を見たときに、わあ怖い、あっちに行かんでよかったと思いましたね。それからだんだん離れていくうちに、私たちのところにはサメは来ないからずっとこう漂流していましたけどね。3日4日となるうちに10人9人8人7人と減っていくんですよ。いつの間にか睡魔に襲われて落ちたらもう這い上がれない。で3日目頃からね、何かが浮いていると。で後ろのおばさんたちが、お嬢ちゃんあっち何か浮いているよ、食べ物かもしれんから取ってきてって言うんですよ。飛び込んで泳いでいって20メートルぐらい泳いでいって、その竹筒を脇に抱えて持ってきました。それを引き抜くと中の方にいっぱい小豆ご飯が詰まってるんですよ。もう嬉しくってご飯ですよとなったら、もうみんなもう目を光ってチューチュー廃棄をしている間に3番目のおばあちゃんが私に向かって言いました。ねえお嬢ちゃん、私の分はいいからあなたが食べなさいって方言で言いました。やがかめと言うんですよ。あなたが食べなさいって。ありがとうねおばあちゃんって、おばあちゃんの分を自分の口に頬張って、それからまた廃棄をして最後に多めに残して、自分は2人前食べて竹筒を捨ててまた漂流。そういう夜が明けますでしょ。その目の前にいたおばあちゃんが目を見開いたまま倒れたんですよ。なんでおばあちゃん倒れるのって起こしたらまた海に落ちるんです。でそれを海に落ちたおばあちゃんをずるずるずるって引っ張って上に上げてもまたずるずる落ちる。そのこともしてる間に私の体力がもう効かないんですよね。ねえお嬢ちゃん、あのおばあちゃんはねもう死んでいるんだよ。だからもう海に下ろしなさいって言うんです。それでおばあちゃんごめんなさいって手を合わせて話したら、おばあちゃんは目を開いたままプル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 ときれいな水の底に沈んでいって、またプル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 と上がってきて、それで大波に揺られて遠くへ遠くへと流れていく姿を見送りました。で私はもう手を合わせて、おばあちゃんごめんなさい、私がこれじゃありません、神様になってくださいって手を合わせておばあちゃんを見送ったんですよ。それから6日目の夜中ですよ。どんどん私たちのいかだが上げ潮に乗っていくんですよね。ほんととうとう目の前に島が突っ立ってるんですよ。嬉しかったですね。あの時はもう生きたぞと、も助かる、島に上がれば何とかできるってことですから。生きたのは母から40年出て、私の家族の6人から3人だけ生きて帰ってきました。私と女学校行ってました姉ねと兄嫁家名付けの3人が生きて、祖母と6年生きたかった竹吉と時子が戻らない。対馬丸に乗った人たちも1700人余り乗って1584人が沈没、帰って
戻ってこない。生き残りは那覇小学校の国民学校生は800人余りから59人だけ来たと、そういう記録が残ってますけど。